スリランカ最古の都聖地アヌラーダプラを巡る。おはようございます。南アジア旅行中の夏度です。現在スリランカ北部のジャフナという町にいますが、これから列車に乗り内陸部にある古都アヌラーダプラへ行きます。駅は徒歩圏内なので歩いて向かいます。ジャフナ駅到着。タイムテーブルはこちら。結構少なく感じますね。上にあるコロンボフォート駅に乗るとスリランカ最大の都市コロンボに行けますが、今日は途中のアヌラーダプラで下車します。3等列車のチケットを購入しました。この厚紙でできた切符は硬券かな。初めて見たかも。プラットフォームに入るときにパチってされました。端の方にレストランがあります。朝飯食べてなかったのでここで軽食でも食べよう。カウンターにはサモサとかが並んでて美味しそう。いくつか購入しました。いただきます。このサモサうまいな。インドで食べたやつは結構味付けが薄いのが多かったのですが、これはスパイスを感じる良い味してますね。ロールはエッグと言ってたのですが卵感は薄いかも。でもこれもうまい。ちゃんと分別するゴミ箱久しぶりに見た。ペットボトル回収のカゴもあります。スリランカはエコへの意識が高いね。列車到着。車体に大きく3と書かれるのが3等列車かな。分かりやすいね。乗りましょう。結構綺麗よね。エアコンはついてないものの新しめの車両に見えます。席確保したらすぐに出発しました。旅をするには良い天気だ。セイロン島北部は標高が低く、このような平地が広がっているみたいです。トイレチェック。洋式なのポイント高い。車内販売も結構います。サモサ島の軽食や落花生の水など、お腹空いても問題なし。ふと後ろを見たら床に寝転がってる人もいます。自由すぎる。小腹が空いたので車内販売でパンを購入しました。まあまあやね。これから行くアヌラーダプラはスリランカの古都の一つ、セイロン島の内陸部に位置する都市の一つで、紀元前からの非常に長い歴史を持つ古都でもあります。古代スリランカ文明の遺跡が多く残っており、世界遺産にも登録されています。アヌラーダプラ到着。切符は回収されました。お土産にしたかったのですが残念。やや遅い時間ですが昼飯にしましょう。駅の近くにあったこちらのお店に入ってみました。おかずが4種にゆで卵とライス。豆のカレー以外は何なのかよくわからないけどうまいね。この丸いのはファラフェルみたいだ。全体的にやや辛めですが食べられるギリギリラインって感じ。ごちそうさまでした。食後の散歩がてら歩いてホテルへ向かいます。こんなところに仏像がと思ったら隣にはガネーシャかな。スリランカは仏教徒が7割ですがヒンドゥー教徒も1割程度いて、特に北部に多いようです。この2つの宗教の像が同じ場所に置いてあるのは興味深いね。アイス屋を発見。ちょっと疲れたので当分補給がてらいただきましょう。普通のアイスクリームやね。甘みが体に染み渡ります。ホテル到着。今回はドミトリ。普通のシングルベッドが3つあります。蚊帳があるのが嬉しいところ。エアコン付きですがシャワーは水のようです。ここへ来て久しぶりに欧米人バックパッカーを見かけました。スリランカは人気の観光地みたいやね。夜飯を買いに近所のスーパーマーケットに来ました。ローカル感あふれる良いスーパーやね。
購入したのはこちら。昼飯が遅かったのと量が多かったので夜は控えめにしておきます。スナックはベビースターラーメンみたいな感じですが、ややスパイシーで南アジアって感じ。ヨーグルトは濃厚でうまかった。さて、ちゃんと蚊帳をセットして寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。今日は自転車をレンタルして世界遺産を巡っていきます。電動自転車の電気抜きなのは良いとして、ギアが6速固定で壊れており、ペダルがクソ重い。太もも鍛えられそうです。途中に軽食屋があったので朝飯にしましょう。スリランカの軽食屋にはサモサだかロールだか分かりませんが、こういう三角形のパンや揚げ物をよく見かけます。形と大きさ、入手性の高さからスリランカのおにぎりといった雰囲気を感じますね。大きな寺院が見えてきました。サンダヒルセヤという仏教寺院です。入ろうとしたらハーフパンツではダメだと言われて腰巻きを借りました。タイやミャンマーなどの寺院では膝下であれば問題なく入れるところばかりだったけど、スリランカは厳しいのかもしれないと思ったけど、腰巻きしろって言われたのここだけでした。適当すぎる。この寺院、見た目がかなり綺麗だなと思ったらつい最近できたもののようです。2009年に終わったスリランカ内戦の終結記念及び戦没者の追悼を目的として建てられた寺院とのこと。スリランカでは2番目に大きな半球形の仏塔らしい。中は当然裸足。サンダルの日焼けがかっこ悪いのできれいに焼けてほしい。さてお次は菩提樹を見に行きます。お供え物の花も売っています。こちらで靴を預けられるのですが、その辺に放置する人も多い。到着しました。ジャヤスリマハ菩提樹です。この菩提樹はブッダが悟りを開いたとされる。ブッダガヤの菩提樹の楠種を切り取ったものを植えたものらしい。人間によって植樹された樹木では最古のものでもあると言われています。2000年以上の前の樹木がこうして残されていると歴史を感じますね。ここは特に神聖な場所らしく、仏教徒の方々が手を合わせる様子を見られます。さて、小腹が空いてきたところに軽食屋があったので何か食べていきましょう。朝飯が少なかったのでエネルギー切れになる前に軽食をいただきます。このエッグロティは美味しいですね。カレーはそこまで辛くなく、卵とロティに合います。自転車を走らせてたら古そうな仏塔が姿を現しました。ジェータワナーラーマヤです。3世紀頃に建てられた仏塔で高さは122メートルもあり、建築当時は世界で一番高い仏塔。建造物としてのくくりでも世界第3位の高さだったらしい。高いだけでなく大きさもなかなかのものやね。適当にブラブラしてたらいつの間にかチケットが必要なエリアに入っていた模様。門番に止められたら引き返せばよいかと思っていたら、そもそも門番がいないところを通ってたみたいです。分かりにくすぎる。物価を考えるとかなりの高額だが、私の金を遺跡の保全に役立ててほしい。まあせっかくチケット買ったので有料エリアも回りましょう。道なりに走っていると池のようなものが見えてきました。クッタムポクナという双子の池、プールです。古代のシンハラ人によって建築されたもので、当時の治水工学や建築、芸術における功績を示す例とされているらしい。お、でかいトカゲもおるな。日本にいない野生動物を見かけるとテンション上がりますね。水分と糖分の補給で謎のドリンクを買ってみた。ソーダにバニラミルクを少し足したような味。炭酸は強くなく甘ったるいけどクソ熱いのでちょうど良いかも。ここはお土産屋とかかな。また大きなストゥーパが見えてきました。アバーヤギリビハーラという仏塔です。
紀元前1世紀に建てられた仏塔で、大乗仏教の総本山として栄えたと言われています。いや、これもでかいですね。ただね、床がめっちゃ熱い。日が昇ってきたせいで石畳も砂場もクソ熱い。ここを裸足で歩くのは正直厳しい。直射日光程度で我慢できない暑さなのだから。利根川の焼き土下座なんて想像もつかない厳しさだし、真夏の昼間に犬を散歩させるのはやめた方が良い。しかし地元民は涼しい顔で歩いてますね。特別な訓練でも受けてるのでしょうか。今度は小さな寺院が現れました。こちらは白くて綺麗に見えますね。紀元前3世紀に建てられた歴史のある寺院ですが、現在見られるのは19世紀に改修されたとのこと。ブッダの右鎖骨が収められているらしい。犬も舌出して暑そうにしとるね。ルワンウェリマハーセイヤという大きくて白い仏塔に来ました。かなり綺麗に見えますが、歴史は古く、前2世紀に建てられました。そこから改修を繰り返して現在の姿になったらしい。こちらにも釈迦の舎利が安置されているようです。しかしこうも仏塔が点在しているのを見ると、ミャンマーのバガン遺跡を彷彿とさせますね。ミャンマーは今いろいろ大変そうですけど、落ち着いたらまた行きたいところ。最後の目的地近くにある池に近づいたら、ワニ注意の看板。スリランカにはクロコダイルが住んでいるらしい。怖いんごね。こちらが最後の目的地、スルムニア少女です。ここは別途入場料がかかります。紀元前3世紀頃に作られた少女です。中には涅槃仏があります。ここの巨大な岩の上に登ることもできます。そこまで大きいわけではないですが、良い眺めやね。だいたい主要なところは見終わったので宿に戻ろうかな。アヌラダープラは長い歴史を感じる良い町やね。今日はこの後さらに南部の町ダンブッタまで行きますが、次の動画にします。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは海外一人旅の様子を公開しています。いいね、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。